Sing-along. Coming to Chile! Thank you, Kiko. Thank you. Love you. Ci amo, Kiko. Love you, Kiko. Kiko, guys. Kiko shows. Keep up! Keep up!ようこそ俺の部屋です。ワールドツアー嬉し恥ずかしこぼれ話のタイムに入ります。どうぞ。怖い印象を持たれがちなんですよね。なんかすごいこう面倒な頑固な怖い人なんじゃないだろうか、アーティスティックな芸術家様なんじゃないだろうかみたいな印象をなんか持たれがちなところがあって、話しかけづらかったらどうしようみたいな。なんか自分みたいなこの怪しげな見た目の人だったらステージ上で何も喋らずにこう厳かにやってるみたいな演出もありっちゃありだったりするんですけど、お客さんの反応を見る限り
叫べばわーってなるし、喋ればうおーってなるしっていうのが楽しくて、もうどんどんこんななりしてフレンドリーな感じでやってるんです。もうライブはもう遊ぶ場所っていう感じで、もうみんなと遊びたい、楽しく遊びたいしかないですね。これが俺のアーティスト性、作家性だみたいなエゴの強いタイプでは全然俺なくて、曲の中では結構なんか濃い世界観とかそういう印象はあるんじゃないかと思うんですけど、もう入りやすい感じの方がみんな多分楽しいんじゃないかなっていうのあるんですよね。着ぐるみも登場するし、写真もみんなで撮ってね、風船をみんなで投げたりとか、自分がそういうのが好きだからっていうのはあるんですけど、遊園地みたいなちょっと子供向けのキクオランドみたいな、そんな感じを目指してますね。ですよね、親子連れ多いんですよね。子供の方かと思いきや、実は親の方っていうパターンも結構あったり、両方っていうパターンもあったりして、世界中のファンの人がどう楽しんでるかみたいなところにやっぱ自分もすごい興味があって、例えばカナダだったらどんな人が来る、メキシコだったらどんな人が来る、中国だったらどんな人が来るとか、スペインだったらいろいろそのファンの人たちがどう違うのかっていうのはなんとなく気になるところじゃないかとは思ってるんですけど、本当にどの国のどの地域の人たちもその感じが同じなんですよね。遠目から見てどの街に行っても、あ、これ確実にキクオファンだなっていうのが分かるし、それが本当に面白かったですよね。不思議ですよね。その愛して愛して愛してもっともっとでみんな大盛り上がりしたりとか、君はできないことできないできないできない子でみんな大盛り上がりして、まがまがしいのにみんなすごい楽しそうみたいな、なんか謎の空間が広がってますよね。たまにその日本の人からキコさんの歌詞を本当に理解して楽しんでるのだろうか、この盛り上がり方みたいな、そういう声が上がることもあるんですけど、結構ちゃんと皆さん理解して楽しんでるっていう印象がありますね、本当に。お手紙とかいただいたりメッセージいただいたりとかもあるんですけど、やっぱりその歌詞の内容にすごい感銘を受けて感動してみたいなことも皆さん書いていただいて、もう曲をどう捉えてるのか分かんないけど、でもみんな歌詞の内容はどうやら理解してる、ちゃんと理解してるっていうのも伝わってくるし、だからもうこっちとしては楽しい場を提供する以外に何もできることがないっていう。ツアーやってる時に一皮向けたところがあって、一つでかかったのは停電事件ですね。ペルーです。音と映像が切れて照明だけが残ってマイクも使えないし映像も使えないしっていう中で、俺もどうしたもんかとは思ったんですけど、ファンの人たちが投げ込んでくるんですよね。もうなんかギフトとか人形とかお手紙とか、それを一個一個紹介してわーって言って持ち上げて盛り上がってくれて、スタッフさんがカードとか持ってきてくれて、もう出せるものはとりあえずもう全部出てっていうのでああ、なんかみんな盛り上がってくれてるわみたいな、いつまで続くんだもうないぞみたいなもうないっていうタイミングぐらいで復活してくれて、もうハプニングは山ほどいろんなことが起きましたけどね、なんかファンの人に支えられたって感じですね、本当に。いやでもあったかかったっすね、みんな本当にご視聴ありがとうございました。遊びに来てね。